1943年7月23日、仙台駅前広場で撮影された1枚の白黒写真がある。AI でカラーにしてみる。この写真はガダルカナル島戦の英霊砲撃式の様子を収めたものだ。撮影されたのは仙台。仙台には第二師団という陸軍の精鋭部隊が駐屯していた。東北の兵士たちで構成された歴戦の師団だ。この第二師団が送られたのがガダルカナル島だ。1942年8月から1943年2月まで、南太平洋の密林の島をめぐって日米が半年間にわたって激突した戦いだ。陸ではジャングルの中で日本軍が3度の総攻撃を仕掛け、3度とも撃退された。海では鉄デカ海峡と呼ばれた海域で夜ごとに軍艦同士が殴り合った。空では穴だらけの飛行場から両軍のパイロットが飛び立ち続けた。日本軍の損失は約2万名。仙台の精鋭と呼ばれた第二師団は1万人が渡り、2600人しか帰らなかった。兵士たちはこの島をこう呼んだ。ガ島、上の島という意味だ。戦闘で死んだ者よりも飢えと病気で死んだ者の方が多かった。ミッドウェー海戦と並んで太平洋の戦いの転換点とされている。今日はガダルカナル島の戦いの写真をカラー化しながら、あの島で何が起きたのかを追ってみよう。白黒写真のカラー化にあたり協力いただいた東京の画像加工業者リタッチインクさんの覆面方法では、従来手法のように白黒の上に色を塗るのではなく、 AI が写真そのものを補正し、当時カラーカメラで撮ったらこう写っていたかもしれない姿に近づける。これはおそらく従来の方法よりもずっと肉眼で見た光景に近い復元方法だ。興味のある方はリタッチインクレタッチ会社と Google で検索してみてほしい。1933年、仙台駅前広場。万歳の嵐の中、予報兵第二連隊が凱旋門をくぐって行進している。 AI で色を与えてみる。馬に乗った将校、砲車を引く兵士たち。祝凱旋の上りが風にはためき、日の丸と満州国旗が掲げられている。第二師団、東北の精鋭と呼ばれた仙台に本拠を置く師団だ。満州事変を戦い抜き、意気揚々と故郷に帰ってきた。沿道の市民たちは誇らしげに兵士たちを迎えた。仙台の街はこの日お祭り騒ぎだった。この写真に写っている人々はまだ知らない。10年後、この同じ師団が南太平洋の島に送られ、1万人のうち7400人が帰らないことを。そして10年後、この同じ駅前広場で万歳ではなく沈黙の行進が行われることを。第二師団の物語はガダルカナルの物語でもある。面木下に派遣される前の呉大さんと区別陸戦隊の集合写真。黒い海軍の制服を着た若い水兵たちが整列して写っている。この写真に AI で色を入れてみる。この350名の水兵たちはガダルカナルの北にある小さな島、面木下の守備隊として送り込まれた。イギリス領ソロモン諸島保護領の旧首都立島だ。彼らの装備は限られていた。小銃、機関銃、そして石灰岩の洞窟。援軍が来る見込みは薄い。だが彼らはこの島を守り抜く覚悟だった。この写真に写っている350名のうち、半年後に生きていたのはわずか23名だった。そのほとんどは朝鮮半島出身の労働者だったとされている。この写真の彼らはまだ笑顔すら見せている。これから自分たちの身に何が起きるか知らないまま。白い制服を着た日本海軍の兵士たちが9式重機関銃を構えている。80年前の色を蘇らせてみる。9式重機関銃 7.7 ミリ口径。南部喜次郎が設計し、日野自動車と日立が製造した。1932年に正式採用され、日本軍の主力重機関銃となった。この機関銃はガダルカナルのジャングルでも使われた。密林の中に隠された機関銃座からアメリカの海兵隊に向けて火を吹いた。この写真の兵士たちがガダルカナルに行ったかどうかはわからない。だが同じ型の機関銃が同じ型の白い制服を着た兵士の手で、面木の洞窟でエドソンエネの密林で最後の弾が尽きるまで撃ち続けられた。上陸用朝廷から海に飛び込む海兵隊員たち。1942年8月7日、ガダルカナル。この写真を AI でカラーにしてみる。午前6時14分、戦艦と巡洋艦が砲撃を開始した。82隻の艦艇に守られて1万9000名の米海兵隊員が上陸した。南太平洋で
初めての連合軍の大規模反攻作戦。作戦名はウォッチタワー。だが準備不足から兵士たちの間ではシューストリング、つまり靴紐作戦と皮肉られた。ガダルカナルの海岸には日本軍の組織的な抵抗はなかった。飛行場を建設していた約2800名の守備隊は、そのほとんどが建設作業員で戦闘員はわずかだった。砲撃の轟音に驚いた守備隊は滑走路を放棄し密林の奥へ逃げ込んだ。上陸した一人の海兵隊員は叫んだ。俺は今世界で最も幸せな人間だ。だがその幸福は長くは続かなかった。LVT-4 水陸両用車がガダルカナルの海岸に乗り上げる瞬間、機関銃を構えた海兵隊員が乗り込んでいる。 AI で色をつけてみる。 LVT-1 通称アリゲーター、ドナルド・ローブリングが設計した水陸両用車両だ。18名から24名の兵士を乗せ、海から直接海岸に上陸できる。ガダルカナルでは上陸後も物資輸送や砲兵の移動に活躍した。この車両がなければサンゴ礁に囲まれた島への上陸ははるかに困難だっただろう。沖合には輸送船団が待機し、次々と兵員と物資を海岸に送り込んでいた。だがこの平穏な光景は翌日には一変する。日本海軍の巡洋艦隊が夜襲をかけ、護衛艦隊が壊滅し、輸送船は引き上げを余儀なくされる。海兵隊は20日分の食料と弾薬だけでこの島に取り残されることになる。ビーチレッドに山積みにされた物資と上陸用シュネ艇、弾薬箱、食料、燃料が海岸を埋め尽くしている。この写真にも AI で色を入れてみる。上陸翌日の8月8日、物資の揚陸は急ピッチで進められていた。90ミリ対空砲の弾薬箱、コールカート、そして食料。海岸は物資で溢れ返っていた。だがこの物資の山は日本軍の爆撃機にとって格好の標的だった。ラバウルから飛来した爆撃機がこの海岸に爆弾を落とした。そしてこの夜、第一次ソロモン海戦で護衛艦隊が壊滅すると、ターナー提督は輸送船の撤退を決断した。重火器や車両の多くはまだ輸送船に積まれたままだった。海兵隊はこの海岸に挙げられた物資だけで半年間戦わなければならなくなった。食事は1日2回に制限された。ヤシの林の中に放棄された日本軍のキャンプ。海兵隊員たちが残された物資を確認している。 AI でカラーにしてみる。上陸した海兵隊員たちが最初に見たのは昼食を残したままの日本軍の飯盒だった。まるで幽霊の縁石のように食事が放置されていた。日本軍の建設部隊は砲撃の轟音に驚き、慌てて逃げ出したのだ。残されていたのは食料だけではなかった。米、缶詰、建設資材、そして工事車両。これらの鹵獲品は物資不足に苦しむ海兵隊にとって貴重な補給源となった。空いた米袋には砂を詰めて土のうにした。有刺鉄線はたった18貫しかなかったから、牛作の鉄条網を剥がして代用した。日本軍が残した蒸気ローラーで滑走路を整備した。敵の物資で生き延びる。それがガダルカナルの海兵隊の現実だった。第一海兵師団情報担当のゲッチ中佐が鹵獲した日本の紙幣が入った箱の前に座っている。 AI で色を与えてみる。上陸直後、日本軍が残した物資は膨大だった。武器、弾薬、食料、燃料、医薬品、そしてこの写真のように大量の紙幣まであった。ゲッチ中佐はこの後悲劇的な最後を迎える。8月12日から13日にかけて日本軍の情報収集のため25名のパトロール隊を率いて西に向かった。だが待ち伏せに遭い、ゲッチ中佐を生む大半が戦死した。海兵隊員が鹵獲した日章旗を掲げている。寄せ書きが記された日の丸だ。この旗には故郷の家族や友人の言葉が書かれていた。文長級、祈る必勝、無事を祈る。この旗を持っていた日本兵がどうなったのかはわからない。だがこの旗に書かれた一つ一つの言葉の向こうに誰かの思いがあったことは確かだ。日本軍が残した蒸気ローラーの横に海兵隊員が銃を持って立っている。この写真にもカラーで色を入れてみよう。海兵隊の重機材はほとんどが輸送船とともに去った。残されたのは日本軍が飛行場建設に使っていたこの蒸気ローラーだけだった。海兵隊は敵の蒸気ローラーで自分たちの飛行場を作った。日本軍が建設中だった滑走路を整備し、ヘンダーソン飛行場と名付けた。ミッドウェー海戦で戦死した海兵隊パイロット、ロフトン・ヘンダーソン少佐の名にちなんだものだ。
8月20日には護衛空母ロングアイランドから発艦した F4F ワイルドキャット19機と SBD ドーントレス12機が着陸。ヘンダーソン飛行場は作戦可能な航空基地になった。この飛行場をめぐる争奪戦がこれから半年間この島の戦いの中心になる。占領したルンガ飛行場に星条旗を掲げる海兵隊員。AI で当時の色を再現してみよう。星条旗が南太平洋の風にはためいた瞬間、ガダルカナルの争奪戦が正式に始まった。日本軍にとってこの飛行場は奪い返さなければならないものだった。飛行場が敵の手にある限り、ガダルカナル周辺の制空権はアメリカ側にある。日中に輸送船を近づければ航空攻撃で沈められる。補給も増援も夜の闇に頼るしかない。アメリカ軍にとってこの飛行場は守り抜かなければならないものだった。飛行場を失えばガダルカナルの海兵隊は孤立する。制空権なしに島を維持することは不可能だ。ガダルカナルの戦いとは、つまるところこの滑走路一本をめぐる命がけの奪い合いだった。ツラニ島の海岸を歩くレイダース。エドソン急座率いる第一海兵襲撃隊隊だ。80年前の色を蘇らせてみる。ガダルカナルの上陸と同時に北のツラニ島にも別の部隊が上陸した。サンゴ礁が上陸用舟艇の接近を阻み、海兵隊員は腰まで水に浸かりながら海岸に向かった。最初、日本軍の抵抗はなかった。だがそれは石灰岩の洞窟の中で待ち構えていたからだった。海兵隊が内陸に進むと洞窟から一斉に射撃が始まった。数ヤード先の敵が見えない密林の中で至近距離の銃撃戦が始まった。ある海兵隊員は後にこう語っている。戦場で見た中で最も壮絶な肉弾戦だった。つらぎの海南に上陸する海兵隊員たち。コールカートで機関銃を引き上げている。AI でカラーにしてみる。つらぎの戦いは3日間続いた。350名の呉大さんと区別陸戦隊は洞窟にこもって最後の一人まで戦った。8月9日未明、最後に残った日本兵が突撃を敢行した。万歳と叫びながら。3日間の戦いでつらぎの日本兵はほぼ全滅した。捕虜になったのはわずか23名。タナンボゴの守備隊を指揮していた宮崎大尉は自らの壕の中で自爆して果てた。降伏という選択肢は彼の中にはなかった。先ほどの集合写真に写っていた水兵たちの大半がこの島の洞窟で命を落とした。海面スレスレを飛ぶ日本軍の爆撃機一式陸攻だ。対空砲火の黒い煙幕の中を突入している。 AI で色を入れてみる。上陸翌日の8月8日、ラバウルから飛来した日本軍の航空隊が反撃に出た。ラバウルの第25航空戦隊が一式陸攻の大編隊をガダルカナルに向けて発進させた。オーストラリアの沿岸監視員がブーゲンビル島から敵機接近を無線で通報。米艦隊は対空戦闘を準備した。一式陸攻は魚雷を抱えて海面スレスレの超低空で突入した。対空砲火が空を黒い煙で覆った。攻撃隊の大半が撃墜された。一機は炎上しながら輸送船ジョージ F エリオットに激突し、この船は沈没した。日本軍の航空攻撃は激しかったが飛行場の確保には至らなかった。だがこの日の夜、海では別の戦いが始まろうとしていた。つらぎとガブツの戦いを生き延びた日本軍の生存者たち。痩せ細り疲弊しきった姿で写っている。この写真にも AI で色を与えてみる。350名の呉第3等区別陸戦隊のうち生き残ったのはわずかだった。この写真に写っている十数名がその全てだ。前列に座っている男たちの表情はうつろだ。3日間の戦闘を生き延びたという安堵よりも仲間を全て失ったという喪失感の方が大きかったのかもしれない。後にアメリカ側の記録はこう記している。捕虜になった者の多くは朝鮮半島出身の労働者だったとされている。戦闘員の日本兵はほぼ全員が死ぬまで戦った。降伏は彼らの選択肢になかった。ヤシの木に登る海兵隊員。だが彼が着ているのは日本軍のスナイパー装備だ。 AI で色をつけてみる。ヤシの繊維で作られた迷彩服。ジャングルの中に溶け込むように設計されている。海兵隊員は鹵獲したこの装備を着て仲間にスナイパーの脅威を教えていた。ガダルカナルのジャングルでは日本軍のスナイパーがヤシの木の上や密林の茂みに潜んでいた。数ヤード先でも発見できない。音もなく一発が飛んでくる。海兵隊のパトロール隊は常に頭
上を警戒しながら進まなければならなかった。密林の中では前の兵士のバックパックを掴んで歩いた。そうしないと闇の中で仲間とはぐれてしまうからだ。ガダルカナルの戦いは飛行場の争奪だけではなかった。密林の中で見えない敵と戦う地獄でもあった。三河軍一中将、第8艦隊司令長官として第一次ソロモン海戦を指揮した人物だ。 AI でカラーにしてみる。上陸の翌日、8月8日から9日にかけての夜、三河率いる巡洋艦隊がラバウルから出撃し、ガダルカナル沖のアメリカ艦隊に奇襲をかけた。重巡洋艦4隻と軽巡3隻、駆逐艦1隻。夜の闇に紛れてサボ島の北を回り込み、アメリカの警戒線を突破した。午前1時36分、照明弾が夜空を照らした。日本海軍の野戦能力は圧倒的だった。酸素魚雷の射程と威力、闇の中での視認能力、そして連度。連合軍の巡洋艦が次々と炎に包まれた。この夜、日本海軍は完勝した。炎上するオーストラリアの重巡洋艦キャンベラ。1942年8月9日、サボ島沖。この写真に AI で色を与えてみよう。キャンベラ、アストリア、クインシー、ヴィンセンズ。連合軍の重巡4隻が撃沈され、1077名の水兵が命を落とした。生き残った米水兵は後にこう語っている。まるで射撃練習場のようだった。だが三河中将は輸送船を攻撃せずに撤退した。沖合には海兵隊の物資を満載した輸送船団がいた。これを沈めていればガダルカナルの海兵隊は武器も食料もなく孤立していたかもしれない。戦術的には完勝。だが戦略的には致命的な見逃しだった。そしてこの海戦を受けてフレッチャー提督は空母を交代させ、ターナー提督も輸送船を引き上げた。海兵隊は20日分の教食と弾薬だけで島に取り残された。仙台駅前広場、ご遺族と書かれた立て札の前に2人の女性が立っている。この写真に AI で色を入れてみる。着物姿の婦人とセーラー服の令嬢、那須みどりさんとその娘だ。那須弓夫は陸軍少将、第2歩兵旅団長、仙台の第2師団に所属する将官だった。この写真が撮影された1943年7月には、那須少将はすでにこの世にいない。ガダルカナルの密林で戦死していた。この写真の婦人は夫を失った。セーラー服の令嬢は父を失った。ご遺族という立て札の前に立つこの二人は、もう二度と夫と父に会うことはない。南太平洋の島で那須少将が最後に何を思ったのか、それを知る術はもうない。分かっているのはこの二人が残されたということだけだ。ヘンダーソン飛行場の空撮写真。1942年8月22日、上陸から2週間後の姿だ。80年前の姿をカラーで見てみよう。滑走路が一本、密林を切り開くように走っている。周囲には航空機が駐機しているのが見える。8月20日に最初の航空隊が到着してから、この飛行場はカクタス航空隊の拠点となった。カクタスとはサボテン、ガダルカナルの暗号名だ。F4F ワイルドキャット、SBD ドーントレス。限られた機数で日本軍の航空攻撃と艦艇を迎え撃った。パイロットたちは穴だらけの滑走路から飛び立ち、着陸のたびに砲弾の穴を避けなければならなかった。整備兵は炎天下のジャングルで部品不足のまま飛行機を飛べる状態に保ち続けた。この飛行場がある限り、日本軍は昼間にガダルカナルに近づけない。逆にこの飛行場が潰されれば海兵隊は孤立する。すべてはこの一本の滑走路にかかっていた。戦闘機のエンジンを整備する2人の海兵隊整備兵。ジャングルの中での野外整備だ。 AI で色をつけてみる。カクタス航空隊を支えたのはパイロットだけではなかった。この写真のような整備兵たちが部品不足、工具不足の中で機体を飛べる状態に保ち続けた。ヘンダーソン飛行場には整備格納庫はなかった。ヤシの木の陰で野ざらしの航空機を修理する。日本軍の爆撃の合間に穴だらけの機体にパッチを当てる。マラリアに苦しみながら油まみれの手でエンジンを分解し、飛行可能な機数を一機でも増やそうとした。カクタス航空隊が半年間持ちこたえたのはパイロットの勇気だけでなく、この写真のような名もない整備兵たちの執念があったからだ。ヘンダーソン飛行場に展示された撃墜された日本爆撃機の翼、90ミリ対空砲の直撃を受けた機体の残骸だ。この写真にも AI で色を入れてみる。
ヘンダーソン飛行場は毎日のように日本軍の空襲を受けた。ラバウルから飛来する一式陸攻とゼロ戦。距離は約600キロ。往復4時間の長距離飛行だ。だが、飛行場の対空砲陣地は確実に戦果を上げていた。この翼は高度8500メートルを飛ぶ日本爆撃機を90ミリ対空砲が直撃したものだ。対空砲の存在は日本軍の爆撃精度を大きく下げた。高高度から投弾せざるを得なくなり、命中率が落ちた。この翼はヘンダーソン飛行場を守った防空部隊の戦果の象徴として展示されていた。背後には F4F ワイルドキャットの姿も見える。一木清直大佐。ガダルカナルに最初に反撃を仕掛けた日本軍指揮官だ。AI でカラーにしてみる。一木が率いる第28歩兵連隊の先遣隊は、もともとミッドウェー島の攻略部隊として編成されていた。ミッドウェー海戦の敗北で出番を失い、トラック島で待機していた。ガダルカナルにアメリカ軍が上陸したという報告を受け、一木支隊第 1T 団916名が急遽投入されることになった。だが、日本軍の情報は致命的に間違っていた。ガダルカナルのアメリカ軍は2000名程度だと見積もっていた。実際には1万9000名がいた。陸軍の精鋭なら900名で奪回できる。日本軍上層部にはそんな楽観があった。8月18日深夜、一木支隊はガダルカナルに上陸した。そして3日後の未明、テナル川河宮の左州を正面から突撃する。海兵隊の機関銃と砲兵が左州に殺到する日本兵に集中した。916名のうち777名が戦死。河宮の水は赤く染まった。一木大佐は連隊機を焼いた後自決したとされている。突撃する日本兵の写真。ブレた画面が戦場の混乱と速度を伝えている。 AI で色を与えてみる。この写真がどの戦闘で撮られたものかは定かではない。だがガダルカナルの戦いではこの光景が何度も繰り返された。一味機支隊の壊滅、川口支隊の敗退、第2師団の総攻撃。日本軍は3度にわたってヘンダーソン飛行場に突撃し、3度とも撃退された。正面からの突撃は機関銃の前では自殺行為に等しかった。だが日本軍の戦術は白兵戦を軸にしていた。砲兵の支援なしに歩兵だけで突撃する。その結果がこの写真のような光景だった。夜の闇の中、手の晴れと叫びながら突入する日本兵。機関銃の架線に飛び込み、次々と倒れていく。それでも皇族は倒れた仲間の上を越えて突撃を続けた。彼らは臆病だったのではない。むしろ勇敢すぎたのだ。その勇気が機関銃の前では何の意味も持たなかった。川口清武、少将と幕僚たち。1942年4月、フィリピンで撮影された写真だ。この写真にも AI で色を入れてみよう。一味機支隊の壊滅を受けて、川口少将率いる6000名がガダルカナルに投入された。川口の作戦は正面突撃ではなかった。3方向から同時にヘンダーソン飛行場を攻撃する。主力は密林を踏破して飛行場の南側から奇襲をかける。9月12日の夜、川口支隊の主力がエドソン尾根に向かって突撃した。守っていたのはエドソン中佐率いるわずか500名。エドソンは尾根の上に立ったまま指揮を続けた。ヘンダーソン飛行場まであと1000ヤード。だが海兵隊は踏みとどまった。砲兵の支援が日本軍の突撃を止めた。川口支隊の損失は2200名以上。この尾根はエドソン尾根、あるいはチミアと呼ばれるようになった。川口少将は後に丸山中将と攻撃計画をめぐって対立し解任された。川口は最初から正面突撃に反対だった。マタニカウ川を渡る海兵隊のパトロール隊。ガダルカナルのジャングルの雰囲気を伝える一枚だ。 AI で色を入れてみる。ガダルカナルの密林は地図で見るのとは全く違った。数ヤード先も見えない。重い装備を担いで泥とマント、倒木をかき分けて進む。川は突然の豪雨で水位が2メートル以上も上昇する。日本軍は10月の総攻撃に向けて密林を切り開き、丸山道と呼ばれる15キロの補給路を作った。地図上では15キロだが、実際はジャングルの泥沼だった。重い砲を担いで進むことは不可能で、結局砲兵部隊は途中で砲を放棄した。歩兵だけで飛行場に向かうことになった。移動は予定より24時間以上遅れ、各部隊はジャングルの中で連絡を失った。同時攻撃の計画は最初から崩壊していた。百武、春吉中将、ガダルカナルの日本軍を統括する第17軍司令官だ。AI で当時の色を再現してみよう。百武は
大本営に繰り返し前途補給を要請した。だが、ダバウルからガダルカナルまでは600キロ。補給線は伸びきり、輸送手段は限られていた。島には約2万5,000名の日本兵がいた。だがその多くがもはや戦闘不能の状態だった。銃を持つ力すらない兵士が密林の中で横たわっていた。百武は孤立していた。2万の部下が飢えているのに食料を送る手段がない。飛行場を奪還する力はもうどこにもなかった。撤退したくてもその判断は大本営にしかできない。彼にできることは待つことだけだった。丸山正夫中将、第2師団長としてガダルカナルの総攻撃を指揮した。この写真に AI で色を与えてみる。10月24日から25日にかけての夜、第2師団の手作戦3度目の総攻撃が始まった。だが攻撃は最初から混乱していた。丸山道での遅延で部隊の到着がバラバラだった。全軍一斉の突撃が到着順の突撃になってしまった。雨の中、海兵隊の機関銃陣地に繰り返し肉弾突撃を敢行した。日本兵は波のように押し寄せ、波のように倒れていった。那須弓代少将が先頭に立ち、飛行場に最も近づいた。だが、あと一歩のところで砲弾の直撃を受け戦死した。那須少将の夫人と令嬢は仙台にいた。着物姿の夫人とセーラー服の令嬢、あの二人はこの夜に夫と父を失った。第2師団の被害は3500名以上。仙台の精鋭はヘンダーソン飛行場にたどり着くことなく、密林の中で壊滅的な打撃を受けた。田中雷蔵少将、東京急行を指揮した日本海軍の駆逐艦隊司令官だ。80年前の色を蘇らせてみる。東京急行の実態を田中の参謀長が語っている。俺たちはもはや戦闘部隊ではない貨物船だ。あの忌まわしい島にドラム缶を運び、海に投げ捨てて逃げ帰る。デッキには物資が山積みにされ、弾薬は半分に減らされた。物資はドラム缶に詰めてロープで数珠つなぎにし、海岸の近くで海に投げ込む。だが1500個のドラム缶を投下しても島の兵士が回収できたのは500個だった。別の夜には1200個中わずか220個。日本海軍の誇りだった駆逐艦がネズミと呼ばれる輸送作戦に追い回されていた。11月30日、豊賀沖でアメリカの巡洋艦5隻と遭遇。弾薬半分、物資満載でも田中は戦った。従順ノーサンプトンを撃沈し3隻を大破させた。アメリカの海軍士官モリソンは田中を公表した。スパーブ、卓越している。だが田中はドラム缶を届ける前に撤退せざるを得なかった。日本軍上層部は戦火よりも物資未達を問題にし田中を左遷した。マタニカウ川の左州に並ぶ撃破された日本戦車97式中戦車千葉だ。AI でカラーにしてみる。総攻撃の陽動として住吉少将が西側から攻撃を仕掛けた。第一独立戦車中隊の97式中戦車9両がマタニカウ川の左州を渡って海兵隊の陣地に突入した。だが左州は狭く、戦車は一列になるしかなかった。海兵隊の 37mm 対戦車砲が待ち構えていた。先頭の戦車が撃破されると後続は身動きが取れなくなった。9両すべてが左州の上で交差した。97式中戦車の装甲は最大 25mm。アメリカの対戦車兵器の前には紙のように薄かった。この写真では海兵隊員が撃破された戦車の上に登っている。波打ち際に半ば沈んだ97式中戦車。背後にはサボ島のシルエットが見える。この戦車を撃破したのは海兵隊の 37mm 対戦車砲だ。M3 型 37mm 砲。有効射程500ヤード。4人で運用でき、左州を渡ってくる戦車を正面から貫通した。97式中戦車は歩兵支援用に設計されたもので対戦車戦を想定していなかった。25mm の装甲は 37mm 砲の前では何の防御にもならなかった。鹵獲した日本軍89式銃敵弾頭を持つ米兵。アメリカ軍はこれをニーモーターと呼んだ。AI で色を入れてみる。よく見てほしい。この写真の米兵は底板を太ももに当てて構えている。実はこれ間違った撃ち方だ。89式銃敵弾頭、重さわずか 4.5 キロ。2人で運用できた。射程は最大700ヤード。約700グラムの榴弾を発射する。正しい撃ち方は湾曲した底板を地面に置いて撃つ。だがこの底板の形がちょうど人間の太ももにフィットする。この写真のように。
それを見たアメリカ軍は膝に乗せて撃つものだと勘違いした。ニーモーター、つまり膝打ち迫撃砲という名前はこの勘違いから生まれた。実際にガダルカナルである海兵隊員がこの写真のように太ももに当てて撃ってみた。反動で大腿骨が折れた。後にアメリカ軍のマニュアルには膝に当てて撃つなという警告が追加された。ジャングルの中に隠された日本軍の 90mm 対戦車砲、草と枝で完璧に偽装されている。日本軍は限られた兵器を最大限に活用した。密林の中に機関銃座、迫撃砲陣地、対戦車砲を巧みに配置し、少ない兵力で最大の効果を上げようとした。ギフと呼ばれた陣地では800名の日本兵が1500ヤードにわたって50以上の連結された遠兵壕を構築し、頑強に抵抗した。装備では劣っていても兵士の技量と執念はアメリカ軍にとって脅威であり続けた。炎上する空母ワスプ。1942年9月15日の出来事だ。この写真に AI で色を与えてみよう。ガダルカナルに第7海兵隊を送り込む輸送船団を護衛中。日本の潜水艦イジュー級が放った魚雷がワスプに命中した。ワスプは炎に包まれ沈没した。同じ雷撃で戦艦ノースカロライナと駆逐艦オブライエンも被弾した。この時点で太平洋にあるアメリカの稼働空母はエンタープライズ1隻だけになった。ホーネットは修理中、サラトガも潜水艦の雷撃で損傷していた。日本海軍の潜水艦はこの時期ガダルカナル周辺の海で大きな戦果を上げていた。だがこの潜水艦の戦果も戦局を変えるには至らなかった。ヘンダーソン飛行場が健在である限り、ガダルカナル周辺の制空権はアメリカ側にあった。制空権がなければ制海権も維持できない。すべてはあの飛行場にかかっていた。空を覆う対空砲火の黒い煙。1942年10月26日、サンタクルス諸島海戦。 AI でカラーにしてみる。ガダルカナルの地上戦と並行して海でも大きな戦いが起きていた。日本の空母昇格、随格、随砲、巡洋とアメリカの空母エンタープライズホーネットが激突した。この海戦は日本軍最後の勝利とも言われている。ホーネットを撃沈し、エンタープライズにも損傷を与えた。一時的に太平洋のアメリカの稼働空母をゼロに追い込んだ。だが代償は重かった。ベテラン搭乗員約100名を失った。真珠湾攻撃から戦い抜いた熟練パイロットたちがこの海戦で消耗した。駆逐艦天津風の原為市はこの海戦にも参加していた。彼は海から一人の若い搭乗員を救助した。手当てを受けながらその搭乗員は最後にこうつぶやいた。お母さん。そして息を引き取った。この写真を覚えているだろうか。前回の救急式艦爆の動画でも使った写真だ。もう一度カラーで見てみよう。この写真に写っているのはまさに体当たりの瞬間だ。被弾した一機の救急式艦爆がホーネットの信号甲板に向かって突入しようとしている。前回の動画ではこれを急行火爆劇中の写真として紹介した。これは誤りだった。訂正してお詫びする。この写真は被弾して帰還不能になった搭乗員が体当たりを決行しようとしている瞬間を捉えたものだ。米海軍の戦損報告書にはこう記されている。一機の救急式艦爆が信号甲板付近に突入し、激しい火災が発生した。日本側の記録と照合すると、この機体は空母昇格の爆撃機体の隊長機とされている。部隊の先頭に立っていた搭乗員だ。被弾して炎に包まれた搭乗員には2つの選択肢があった。海に落ちるか、敵艦に向かうか。この搭乗員は後者を選んだ。火を吹く機体で正確にホーネットの環境を狙い続けた。最後の瞬間まで操縦桿を握り、機首を反らさなかった。救急式艦爆は2人乗りだ。操縦席の後ろには偵察員がいたはずだ。2人とも自分たちが帰れないことを知っていた。これは1944年に始まる組織的な特攻ではない。命令ではなく、帰れないと悟った搭乗員がその場で下した判断だ。その判断の背景に何があったのか、今となっては知る術はないが、戦争とは悲しいものだ。突入後のホーネット、煙突と信号甲板が大きく破壊されている。AI で
色を入れてみる。これが先ほどの体当たり攻撃後の甲板を捉えた写真だ。信号甲板は破壊され、火災が発生した。機体に搭載されていた爆弾が煙突に命中して爆発し、構造物を吹き飛ばした。ホーネットはこの後も魚雷や爆弾の命中を受け、最終的に航行不能となった。曳航が試みられたが、巡洋の攻撃隊がさらに追い打ちをかけ、ホーネットは放棄された。最終的には日本軍の駆逐艦が大撃で沈めた。ホーネットの飛行甲板、消火作業が続く中、日本機の残骸が散乱している。AI でカラーにしてみる。ホーネットの喪失で太平洋のアメリカ空母は損傷したエンタープライズ1隻のみとなった。だが日本も100名のベテラン搭乗員を失った。戦術的には日本の勝利。しかし搭乗員の消耗はもう取り返しがつかなかった。南雲忠一は原亀梶にこう語った。この海戦は戦術的勝利だ。だが戦略的には壊滅的な敗北だ。仙台の市電通りを遺骨を抱いた兵士たちが行進している。この写真に AI で色を与えてみる。軍旗、花輪、ラッパ隊。戦闘の指揮官は白布に包んだ軍刀の刃を真後ろにかざし、うつむきながら歩いている。当時9歳だった石田三郎さんは後にこう語っている。白布で包んだ大きな箱を担ぎ、ゆっくりとした歩調で進んできた。子供ながら胸が痛くなり、杖を掲げ敬礼した。1933年の凱旋では万歳の嵐だった。10年後の帰還は沈黙の行進だった。同じ駅前広場、同じ師団。だが中身は全く変わっていた。ガダルカナル沖で攻撃を受ける連合軍の輸送船団。1942年11月の鉄セカ海峡だ。AI で色をつけてみる。11月12日から15日にかけて、ガダルカナル沖でこの戦争で最も激しい海戦の一つが起きた。第3次ソロモン海戦。3日間で3つの戦いが繰り広げられた。日本海軍は戦艦比叡と霧島をヘンダーソン飛行場の砲撃に送り込んだ。だが至近距離の野戦で両艦とも沈没した。比叡は85発以上の命中弾を受け、霧島はアメリカの戦艦ワシントンに撃沈された。同時に田中少将率いる11隻の輸送艦が1万1000名の兵士を乗せてガダルカナルに向かっていた。SBD ドーントレスがガダルカナルの北岸沖を飛ぶ。背後には日本の輸送船が炎を上げている。この写真にも AI で色を入れてみよう。11隻の輸送艦のうち7隻が撃沈または座礁した。4隻だけがタッサファロンガの海岸に乗り上げることに成功したが、夜が明けるとヘンダーソン飛行場から飛び立った航空機が座礁した輸送艦の甲板に取り残された日本兵に機銃掃射を浴びせた。逃げ場のない甲板の上で兵士たちは倒れていった。この光景はガダルカナルの戦いで最も衝撃的な場面の一つとして記録されている。この海戦で日本軍の大規模な増援は事実上不可能になった。タッサファロンガの海岸に座礁した輸送艦キム川丸。AI でカラーにしてみる。この船は1万1000名の兵士を乗せた11隻の輸送艦の1隻だった。夜間に海岸に乗り上げることに成功したが、翌朝からの航空攻撃でほとんどの物資は失われた。輸送艦の残骸はその後何ヶ月もタッサファロンガの海岸に残り、ガダルカナルの戦いの象徴となった。この船に乗っていた兵士たちの多くは何とか海岸にたどり着いたが、待っていたのは食料も弾薬も不足した密林の中の地獄だった。座礁した輸送艦の横に引き上げられた日本の小型潜水艦。この写真に AI で色を与えてみる。ガダルカナルの北岸には日本軍の努力の残骸が散乱していた。座礁した輸送艦、打ち上げられた上陸用シュネ艇、そしてこの小型潜水艦。日本軍はあらゆる手段でガダルカナルへの補給を試みた。駆逐艦、潜水艦、輸送艦、上陸用シュネ艇。だがそのどれも2万人の兵士を養うには足りなかった。この写真はガダルカナルの補給船がいかに絶望的だったかを物語っている。タッサファロンガの海岸に打ち上げられた大発動艇の残骸。海兵隊の5インチ沿岸砲も見える。80年前の色を AI で再現してみよう。大発動艇は14メートルの動力付き上陸用舟艇だ。日本軍はこの舟艇で夜間にガダルカナルへの物資輸送を試みた。
だが、ヘンダーソン飛行場の航空機と沿岸砲に次々と撃沈された。この海岸には日本軍の補給作戦の残骸が至るところに散乱していた。ドラム艦、シネ艇の残骸、そして兵士の遺体。以後、ガダルカナルへの補給は駆逐艦によるドラム艦の投下、つまりネズミ輸送だけが頼りとなった。だが、そのドラム艦すら大半は潮に流されて届かなかった。ガダルカナルの海岸沖で炎上する輸送揚陸艦。有刺鉄線が張られた海岸の向こうで黒煙を上げている。AI で色を入れてみる。日本軍の航空攻撃はアメリカ側にも大きな損害を与えた。輸送船、駆逐艦、そしてこの写真のような LST が爆撃や雷撃で次々と沈められた。徹底海峡と呼ばれたこの海域には日米合わせて数十隻の軍艦と輸送船が沈んでいる。海底が鉄で埋まったことからそう呼ばれるようになった。この半年間、ガダルカナル周辺の海ではほぼ毎晩のように砲声が響き、船が沈んだ。陸の地獄と海の地獄。ガダルカナルの戦いはその両方だった。LCM に乗り込む海兵隊員たち。1942年11月、マタニカウ川方面への攻勢だ。この写真にも AI でカラーを入れてみよう。11月1日、バンデグリフト少将は攻勢に出た。第5海兵隊と第2海兵隊がマタニカウ川を渡り、ポイントクルスの日本軍を攻撃した。3日間の戦闘で300名以上の日本兵が戦死した。海兵隊は西側の戦線を押し広げることに成功した。だが、密林の中の日本軍は簡単には崩れなかった。機関銃座、遠兵号、対戦車砲、少ない兵力で巧みに陣地を構え、頑強に抵抗し続けた。1943年1月になると、パッチ少将率いる陸軍の第14軍団が最終攻勢を開始する。5万を超える兵力で残存する日本軍を追い詰めていった。砲撃で破壊された湯志林。1943年1月13日。第2海兵師団のパトロール隊が日本軍の機関銃の射撃を受けて身を伏せている。AI でカラーにしてみる。パッチ少将の下で第14軍団はガダルカナルの北岸を西に向かって進撃した。だが日本軍は密林の中で頑強に抵抗した。松田大佐率いる第28砲兵連隊は撤退する味方の盾として最後まで戦い続けた。アメリカ軍の前進を1日平均わずか870ヤードに抑えた。彼らは知っていた。自分たちがしんがりであること。味方がカミンボ湾から脱出する時間を稼ぐためにここで踏みとどまらなければならないことを。飢えと病気で衰弱した体で松田部隊は最後まで任務を果たした。ガダルカナルの北岸で倒れた日本兵。1943年1月、最終攻勢の時期だ。AI で色を与えてみる。この写真に写っている日本兵が戦闘で倒れたのか、飢えで倒れたのか、病気で倒れたのか、それはわからない。だがガダルカナルの日本兵の死因の大半は戦闘ではなく餓死と病死だった。正確な数字は諸説あるが、戦死は全体の3分の1程度とされている。残りの3分の2は飢えと病気で命を落とした。銃弾ではなくマラリアの熱が彼らを倒した。砲弾ではなく空っぽの胃袋が彼らを殺した。1日の食料は末期には 60g、茶碗の4分の1杯だ。食べられるものは何でも食べた。雑草、ヤシの芯、毒蛇、トカゲ。これがガトーの現実だった。溝に集められた日本兵の遺体。1943年1月、最終攻勢で戦死した兵士たちだ。この写真にも AI で色を入れてみる。ギフ、シーホース、ギャロッピングホース。マタニカウ川流域の丘陵地帯で第25歩兵師団が日本軍の要塞化された陣地を攻略した。この写真に写っている兵士たちの一人一人に名前があった。家族がいた。故郷があった。彼らの多くは仙台から来た第2師団の兵士だっただろう。あるいは増援として送り込まれた別の部隊かもしれない。いずれにしても彼らはこの島で命を落とし、密林の中に残された。遺骨が故郷に届いたかどうかさえ定かではない。ヤシの林の中を2人の男が歩いている。後ろの男は海兵隊員、前の男はうつむいて歩く日本軍パイロットだ。AI でカラーにしてみる。護送しているのはシャーウッド・モラン大尉。パピーの愛称で知られた海兵隊の主任尋問官だ。モランは戦前、大阪で
キリスト教の宣教師をしていた。流暢な日本語を話し、日本の文化を深く理解していた。捕虜になった日本兵にとって捕虜になること自体が恥辱だった。多くの兵士は死を選んだ。だが中には生き延びた者もいた。この写真の日本パイロットは頭を深く垂れて歩いている。彼の中にあったのは恐怖か屈辱か安堵か、あるいはその全てだったかもしれない。捕虜の点呼風景。海兵隊の軍曹が捕虜の日本語通訳を介して名前を呼んでいる。この写真に AI で色を入れてみよう。この写真に並ぶ捕虜たちの中には日本兵だけでなく朝鮮半島出身の労働者や沖縄出身の兵士も含まれていた。ガダルカナルの日本軍は戦闘員だけではなかった。飛行場の建設に動員された朝鮮人労働者、設営部隊の作業員、通信兵、衛生兵、彼らの多くは望んでこの島に来たわけではなかった。捕虜になった者は一般的に協力的で貴重な情報源になったとアメリカ側は記録している。日本軍は降伏を恥とする文化の中で戦っていた。だが極限状態の中で生きることを選んだ者もいた。仙台追い回し練兵場。白黒の幕が張られた祭壇の前に大勢の参列者が集まっている。 AI で色を入れてみる。1943年2月、華豪作戦で1万3000名がガダルカナルから撤退した。駆逐艦の乗員は収容した兵士たちの姿に衝撃を受けた。何日も食べておらず骸骨のようだった。喜びを表現する力さえ残っていなかった。撤退に間に合わなかった数百名はジャングルに残された。自決した者、戦い続けた者、投降した者、そして仙台ではこの慰霊祭が行われた。帰ってこなかった7400名の魂を弔うために。仙台追い回し練兵場。白黒の幕が張られた祭壇の前に大勢の参列者が集まっている。 AI で色を入れてみる。1943年2月、華豪作戦で1万3000名がガダルカナルから撤退した。駆逐艦の乗員は収容した兵士たちの姿に衝撃を受けた。何日も食べておらず骸骨のようだった。喜びを表現する力さえ残っていなかった。撤退に間に合わなかった数百名はジャングルに残された。自決した者、戦い続けた者、投降した者、そして仙台ではこの慰霊祭が行われた。帰ってこなかった7400名の魂を弔うために。慰霊祭に集まった参列者たちの写真、一人一人の顔がはっきりと写っている。 AI でカラーにしてみる。着物姿の老人、スーツの男性、扇子を持つ人、子供の手を引いた女性の姿もある。ここに写っている人々はカメラに向かってポーズをとっていない。それぞれがそれぞれの思いの中にいる。息子を亡くした親は何を考えていたのだろう。夫を亡くした妻はこの後どうやって生きていったのだろう。父を亡くした子供は大きくなって何を思い出しただろう。ガダルカナルで失われた命は数字ではない。この写真に写っている人々の夫であり、息子であり、父であり、兄であり、弟であった。ラバウルのシンプソン港を爆撃する PBJ-1J B25 の編隊、対空砲火の中を突き進んでいる。この写真に AI で色を入れてみる。ガダルカナルの撤退後、日本軍はソロモン諸島から少しずつ後退していった。ガダルカナルで確保したヘンダーソン飛行場は連合軍の前進拠点となった。ここから飛び立った爆撃機が日本軍の拠点ラバウルを叩いた。ガダルカナルの6ヶ月間であの飛行場を守り抜いたことがこの写真のような犯行を可能にした。1943年4月18日、ガダルカナルの撤退から2ヶ月後、山本五十六はブーゲンビル島上空でアメリカの P318 戦闘機に撃墜され戦死した。ミッドウェーで空母を失い、ガダルカナルで精鋭を失い、そして指揮官も失った。日本軍の南太平洋での敗退は決定的になった。もう一度この写真を見てほしい。この動画の冒頭で見せた仙台駅前の方言式だ。1933年、万歳の嵐の中を凱旋した第二師団。1943年、同じ駅前広場で第二師団の遺骨が沈黙の中を運ばれた。同じ場所、同じ師団の名前。だが、10年の間に全てが変わった。1万人が渡り、2600人が帰った。7400人は南太平洋の密林に眠ったまま帰ってこなかった。ガダルカナルの戦い。日本軍の損失は約2万名。アメリカ軍の戦死は海兵隊1094名。海軍4737名。ミッドウェーと合わせてガダルカナルは太平洋の戦いの転換点と位置づけられている。
だが数字だけではこの戦いの本質は見えない。1万人が2600人になるまでの間に、一人一人の兵士が何を見て、何を感じ、何を思ったか。それは数字では語れない。この動画で紹介した写真はカラー化することで少しだけ今に近づいたと思う。白黒だと遠い時代の記録に見えるものが、色がつくと急に身近になる。あの写真の中の人々は本当にいた。本当にあの島にいた。本当にあの海で戦った。本当にあの駅前で遺骨を受け取った。一人一人に名前があった。今日紹介した写真の中であなたの心に残った一枚はあっただろうか。もしあればコメントで教えてほしい。今日もご視聴いただきありがとうございました。いつも温かいコメントをいただいてとても励みになっています。お気づきの方もいるかと思いますが、このチャンネルでは AI による読み上げを使っています。そのためイントネーションや読み間違いがあるかもしれません。まだ駆け出しのチャンネルで限られた予算の中でやっているため、ナレーターを雇う余裕がないのが正直なところです。皆さんの応援のおかげで少しずつ成長できていますので、将来的にはより良い動画をお届けできるよう努力していきます。また AI によるカラー化は勝手に作ってしまったり、色や細部にどうしても誤りが出ることがあります。いつも詳しい視聴者様よりコメント欄にてご指摘をいただき、動画制作において大変助かっていることにまずはお礼申し上げます。引き続き軍装や艦船の塗装など詳しい方がいらっしゃいましたら、ここは正しくはこの色だとコメントで教えていただけるととても助かります。皆さんの知識によりカラー化 AI をチューニングし強化させ、正しい歴史資料として後世に残すことができるのと同時に、このチャンネルがもっと素晴らしいチャンネルに成長していきます。この動画にはエンディングはありません。なぜならコメント欄がこの動画の続きだからです。こんな動画を作ってほしい、歴史に対しての考えや考察、あなたの思想など、動画を見て思ったこと、感じたこと、肯定的な意見でも否定的な意見でも構いません。皆さんの率直なご意見をいただけると嬉しいです。ご自身の家族や親戚に戦争の記憶を持つ方がいらっしゃれば、そのエピソードもぜひ聞かせてください。おじいちゃんが海軍にいたおばあちゃんから聞いた話がある。皆さんの思いやそうした一つ一つの声がこの動画の本当の続きだと思っています。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。下馬のない甲板の上で兵士たちは倒れていた。